FC2 創業者の高橋理央がついに京都府警察によって逮捕されてしまいましたね。悲しい事件です。そこでわいせつ系はなんでいつも警視庁じゃなくて京都府警が出張ってくるんでしょうか。もしかして無修正利権の相談で京都をとにかく幸福追求権を侵害する刑法175はとぶっ壊れてほしいです。京都府警が割と強いのはもともと任天堂のお膝元なので、コンピューターソフトウェアの著作権とかに結構昔から動いてたんですよ。なのでネット系に関して割と優秀な人が多いっていうので、なので京都で通報すると京都府警が頑張ってくれるよねっていうのがもともとあるっていうのが話なので、無修正利益の総本山というよりは任天堂のお膝元であった結果、優秀な IT が分かるサイバー警察系の人が京都におるっていう話だと思うんですよね。ただなんか無意味だと思うんですよね、モザイク禁止っていう法律が。結局日本の場合って無修正のものを出したから逮捕されたってことに FC2 創業者の高橋さんはなると思うんですけど、でももう一般の人って海外のネットサイトでいくらでもモザイクのないエロ動画を見れるわけじゃないですか、無料で。だからそれがもう状況としてはそういうことになってますと。でもその中で日本の企業がモザイクなしでやったら捕まえますってなると、海外のサイトに日本人が見て広告だったり有料でお金を払ったりっていうんで、日本人の富がどんどん外国に流れていくだけなんですよ。なのでそれだったらちゃんと日本の中で売り上げ上げて法人税払ってもらって日本の中でお金をぐるぐる回さなきゃいけないのに、なぜか日本はモザイクにしなければなりませんって言って海外にどんどんお金が流れるようにしてるんですよね。だから基本的には頭の悪い人たちが世の中には多いので、結果としてね悲しいことになってて、クロスビデオだったりとかいろいろあるので、興味がある人はねポルノハブ的なものだったりあるので、そういうのを見ていただければいいんじゃないかなと思いますけどね。交通事故と闇バイトの炎上のループ、タイミー創業者無罪、違法動画援助のウィーに FC 創業者逮捕。そうなんですよね。結局だからループとかは警察庁の天下りを入れてたりとかっていうので、日本社会の中ではきちんと天下りを入れるというのが大事で、それをやらないと違法であるという形で持ってかれてしまうっていうのがあるので、 FC2 の高橋さんもお母さんが病気で早めに会わないと本当に亡くなっちゃうよねっていうのがあったので、なので逮捕されるというのは分かっていたけど、それでも日本に来たっていうところで逮捕されたっていうなんですけど、いやーだからね、別にモザイクなんかどうでもいいんじゃねって思うんですけどね。親の死に目ぐらいは合わせてあげた方がいいんじゃねって僕は思いますけどね。だ親の死に目を人質にして逮捕するというのは、法律を守るべきであるというところだったらそうなんですけど、でも別にモザイクがあるとかないとか、マジで法律の方が間違ってんじゃねって僕は思うんですよ。だってもう日本人でさ、無修正見たことないですって人いる？インターネットユーザーで。もうインターネットユーザーって無修正 AV で検索したら5分もしないで見れるんですよ。そんな誰でも見れるようなものでさ、人を逮捕するのってどうなのっていう。もう社会はそういうものだよねっていうところで、だからそれでFC2 が本当に日本の企業で日本で税金払ってたら普通に税収結構高かったと思うんですよね。でそれを海外の会社にしちゃって、でアメリカに税金払って本人も親の死に目が見れない可能性もあるみたいな。いやだから誰も幸せにならないようなことをしてるなっていう。そうそう。なので結果として海外に売れないですよね。だから無修正で海外に日本の AV とか、例えば車に乗るやつ。マジックミラー号無修正版とか、時間が止まる的なやつの無修正版とか、高度300メートルのところでエロいことをする無修正版とかっていうのを出したら、多分海外で受けると思うんですよね。頭おかしいっていうので。アダルトだからちょっとね、擁護したくない人の気持ちというのはわかるんですけど、でもやっぱり社会にとって果たしてそれは本当に正しいことなのかなっていうね。マジックミラーも時間がたら無修正あんの？マジで知らなかった。あんなんなにソフトオンデマンド以外にやることあるんだ。高橋がんなりさんがしたんだけど、クレーンを釣ってめちゃめちゃ高いところでエロいことをするっていうので、数百万かけて会社がこけそうになったって話だと思うんですよね。はい、すいません。はい、すいません。はい。FC2 が NG で一本道は仮便が OK なり教えてください。アメリカの会社だからです。外国の会社だからです。外国の会社がやる分には合法ですけども、日本人がやると捕まえるっていうね。だから誰を守ってんのかって話だよね。スイスって違法なストリーミングを見るのが合法なんですよ。日本の場合って違法なストリーミングを見ると日本人捕まるじゃないですか。で、じゃあディズニーの映画をインターネットで見た日本人が捕まりました。
で、それがじゃあ裁判になって、弁護士国選でついて、で、なんかずっと裁判で争ってっていうのは裁判官だったり、検察庁だったり、弁護士のお金というのを全て日本人の税金で払って、で、その後じゃあ懲役ですってなると、そこの刑務所の費用というのも日本人が払うんですよ。ディズニーの利益を守るために日本人が税金を払うというところで成立しているというのが違法ダウンロードという仕組みなんですよ。で、スイスの場合に、ハリウッドの映画を見たっていうことで、スイス人を逮捕されて、俺たち損するだけじゃねっていうので、スイス人は逮捕しませんっていう宣言をしたんですよ。スイスのサイトをいくら見たとして、それをスイス人が税金でやって得するのはアメリカ人なんだから嫌だよっていうので、なので違法サイトでアップロードしてサイトを運営してる側は使われますよ。ただ、それを見たスイス人にはお金使わないよっていうのなんですよ。で、日本の場合って FC2 が、じゃあ日本に会社があって、ちゃんと納税してたらすげえお金が入ってたはずなのに、FC2 は捕まえる。で、一本道やカリビアンっていうのは外国の会社だから捕まえないっていう。だから本当ね、何やってんだろうなと思うんだけどな。いやだから頭の悪いことをみんなやってるなっていうね。スイスが頭いいというか、普通に考えたらそうでしょう。だってなんで外国の会社の利益を守るために日本人が納税者がお金払わなきゃいけないの？だから今回も高橋さんが捕まったと思うんですけど、多分高橋さんが無修正動画を上げてたってやつとかって、多分他の X クロスビデオ的なとかポルノハブ的なところとかで普通に上がってると思うんですよ。で、それを見る分には誰も捕まらないし、そのサイトの利益になってると思うんですけど、高橋さんじゃあこれから裁判になりますっていうので、じゃあそれの費用というのも全部税金だよねっていう。で、まあ仮に刑務所行ったとしてもそこも全部税金だよねっていうので、誰も幸せにならないのに何やってんだろうなっていうね。無修正を見ることができないというのが可能であれば僕はわかるんですよ、それが。でも小学生でもさ、無修正アダルトで検索したらさ、普通に動画見れるじゃん、無修正の。だからそもそも教育上よろしくないとか言って、いや見れるんだからもう見れる状況で教育するしかなくねっていう話なんですよ。っていうのがね、未だになんか日本の人には理解されないみたいですけども、はい。30歳女、生後7ヶ月の子持ちです。夫45歳が盗撮していました。夫は警察をしており、校内や駅、商業施設などでも、乳児11歳から18歳を盗撮していました。摂氏症の専門家のいる精神科にも連れてき治療開始。しかし依存症は再犯率が高いそうなんです。夫はうつと発達障害の疑いに、息子が3歳までは育児要員と収入が欲しいのに耐えるつもりです。今のうちにどうしよう作るなら、精子だけですか。いやー、ガチ勢ですね。多分治らないと思いますね。離婚して養育費をもらう方がいいんじゃないかなと思いますけどね。多分いつかやっぱりやらかすと思うんですよ。なので生活費をもらって籍を分けといて、塾の先生とかは全然できると思うので、そういうので稼いでもらって生活費はなんとかするけど、子供に影響がないという形にするぐらいしかないと思うんですよね。ギフテッドとか書くな。いやー、そうなんですよ。だから娘さんだったら大変ですよね。本当に人をなんかこう偏見で見るのは良くないというのはあるんですけど、性犯罪に関しては直すってもんでもないんですよ。本当に人の性格によるので、日本の中学校の校長先生って平均するとだいたい 1.7 人ぐらい買収してるんですよね。っていうぐらいやっぱり人間の性癖って変えられないんですよね。レジェンド校長何してんだろうね。レジェンド校長っていう先生がいて、フィリピンに行って17,600人から買収したのかな。でもニュースになった時に17,000人買収って言ってて、600が丸められたんですよ。買収して児童ポルノを作ってたっていう600人がカウントされないっていう、600人って丸めるんだみたいな。普通は一人でも買収アウトなんですよ。一人でも買収アウトだし、児童ポルノ製造になると一人やったとしてもアウトなんですよ。でも600人が丸められるっていう、もう600人やっただけで正規の犯罪者ですよ。17,600人の17,000がでかすぎて600人を端数にしたっていうね、伝説のねレジェンド校長っていうのがいるんです。12,000人か。12,600人かな。はい。だからね、ちょっとね、レジェンド校長すごいんですよ。で、何がすごいかっていうと、レジェンド校長嫌われてないんですよ。むしろそのフィリピンの村とかでは結構尊敬されてたんですよ。本当に売春以外に何も産業がない地域にお金を落としてくれて、子供がお母さんもお金ないんだよって言うんだったら、じゃあお母さんも買ってあげるよみたいな、親子共に買うみたいな。で、買った
後の子供の学費とかをね、出したらしいんですよ、レジェンド校長。結果としてね、フィリピンの中ではね、誰も訴えてないんですよね。1回3000円とかなんかね、安かったらしいんですけど、なので、言い悪いで言うと、買ってる時点でどうかと思うんだけど、自分で売りたいと言ってる人を買ってるので、強制はしてないんですよ。売りたいですって言った人を買ったし、お母さんも買ってって言ったから買ったし、だから、意思に反した強制は一切してないので、なので関わった人たちには、不幸な人はフィリピンではいなかったんですよ。日本の家族はもう大変ですけど、あ、70代も買ってるんだ。すごいな。レジェンド校長だからね、そこで被害者がいないっていうのもね、含めてレジェンドなんですよ。だからそれだけ1万2600人かなんかの売買集をして、児童ポルノを作ったにもかかわらず、被害者がいない。はい、よく真似しないでくださいね。いいか悪いかでいくと、法律的にはかなり微妙なんですけど、とはいえ被害者のいない行為をしたっていうね、っていう人なので、評価が難しい。すべて同意のもとです。僕が知る限りは。はい。ボランティア精神ね、松本人志さん見習うべきですよね。松本人志さんは被害者がいたからよくないんですよ。志村けんさんがいろいろ女遊びをしてきたんですけど、被害者がいない理由は、金払いめちゃくちゃ良かったらしいんですよね。志村けんさんと何かやると金払いがめちゃくちゃいいので、なので文句を言わないっていう。松本人志さんが失敗した理由は、金払いが悪かったから。多分ね、ちゃんとね、10万とか20万とか握らせとけば、そんなこと言わなかったと思うんですよね。で、結果として損失でいくと多分何億円も損してると思うんですよ、松本人志さん。裁判で和解になってしまったって言うんですけど、普通に仕事できなくなったとかイメージ悪くなったっていうのがあるので、そこでなんか数億の単位考えたら、やっぱお金出した方が良かったと思うんですよね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。